今回はチョコレートプラスとポケットコントロールを2台同時にエフェクターにつなぐやり方を紹介します。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回は工作の動画になります。皆さん MIDI のフットコントローラー使ってますか？便利ですよね。最近は小型で安価なものも増えてきました。このチャンネルでも頻繁に取り上げている M-Wave のチョコレートプラスとかソニケーキのポケットコントロールとかがあります。だけどこれらはフットスイッチが4個なので、もしもより複雑なことをやろうとしたらスイッチが足りないなんてことになるかもしれません。そんな時に簡単に増設できたらいいなって思いませんか？それを叶えるための工夫をしました。それでは今回のアジェンダです。こんなアダプターです。動作でも設計の説明、作り方、まとめ。それでは行ってみましょう。今回はチョコプラとポケコンの2台を使います。前提としてこれらの機種は USB、Bluetooth、TRS どれでも接続できますが、今回はその中から2つの手段を使うのではなくて、全部 TRS だけで接続する場合を考えます。USB や BT はペアリングだったり認証があるので、同じ経路に2本つなぐみたいなことがやりにくいんですよね。別の経路でそれぞれつないでもいいんですけど、今回はあえて同じ経路に2本つなぐっていうやり方を説明します。どうつなぐかというと、TRS MIDI でそれぞれアダプターを介してつなぐようになります。このアダプターには向きがあって、MIDI コントローラー側とデバイス側があります。このアダプターを作っていきます。アダプターにはデバイス側はケーブル出しにしてあって 3.5mm の TRS のプラグが出ています。コントローラー側は 3.5mm TRS の入力ジャックが2つあります。では実際に動作を見ていきましょう。つなぎ方はこんな感じで、それぞれチョコプラとポケコンを TRS MIDI 動作モードにしておいて接続します。そしてデバイス側のプラグを今回はベイルトン GP50 につなぎます。GP50 側は TRS MIDI を受け付けられるようにしておきます。では実際に動かしてみましょう。チョコプラはパッチを直接呼び出す設定にしていて、左からクリーンパッチ、ドライブパッチ、リードパッチ、ストンプボックスパッチとなっています。ポケコンはストンプボックスモードとして使う設定にしていて、左から歪みペダル、モジュレーション、ディレイ、リバーブのそれぞれのオンオフができるようになっています。はい、では実際に動作を見ていきましょう。つなぎ方はこんな感じで、それぞれチョコプラとポケコンを TRS の MIDI から出力できるようにしておいて、そしてそれぞれをここに一旦つないだ後、ここからこっちにつないでるっていう形になってます。これが今回の工作の成果ですね。で、今これの状態をこっち側のアプリで見えるようにしています。じゃあ実際に動かしてみましょうということで、これがですね、パッチが変わります。81、82、83、84ってなってますね。で、この84のところのストンプモードの時にこれが効くようになってます。ここが、ディストーション。これ、ほら、ディストーションと一緒に動いている。で、ここがモジュレーション。で、ここがディレイ。で、これがリバーブっていう感じで、これを全部入れることもできる。この LED もオンと合う。で、あとこうやってパッチを変えることもできる。みたいな感じで2個のフットコントローラーが1つにつながってるっていう、そういう状態になってます。まあこんな感じですね。フットスイッチが8つあるので、面白動作もやりようによってはできると思います。これアサインが自由なので、8つ全部をストンプボックスにしても面白いかもしれないです。まああんまり細かくしても迷っちゃうんですけどね。それでは具体的にどんな設計にしているのかの説明をします。細かいことはいいから作り方を教えてよって場合は、概要欄のタイムスタンプで作り方のパートまで飛んでってください。チョコプラもポケコンも大きさは違えど TRS 端子が出ています。TRS 端子は3線で、それぞれグラウンドと電源と信号線になります。単純にアナログ的な決線を考えると単純な分岐で良さそうなんですけど、ここにはデジタル信号が流れる経路になっているんで、そう単純にはできません。MIDI の信号は電圧ではなく電流で伝わるカレントループの回路です。なので電流が流れることでレシーバー側のフォトカップラーが動作し、信号が正しく伝わる、そんな仕組みになっています。その電流の行き先が奪われて、
逆流してしまうと信号は正しく伝わりません。この単純な Y 字接続では信号を送ろうとしても受信側のフォトカプラーを駆動せずにもう一方の出力端子に逆流してしまいます。こっちの方が電圧効果が少ない経路なので電流はそっち側に流れてフォトカプラーの方に流れる電流が少なくなります。するとフォトカプラーが十分に動作せず信号が伝わらなくなってしまうんです。また電流が逆流することで最悪機材が壊れる可能性があります。この逆流を止めるために今回は電圧効果の少ないショットキーバリアダイオードを使って一方通行の門を作ってあげます。普通のダイオードではなくショットキーバリアを使うのはこの門を通る時の通行量にあたる電圧効果を極限まで低くして信号の勢いを殺さないためです。ということでいろいろあってショットキーバリアを4つ入れた回路図はこうなります。これをこの後作っていきます。今回使う部材はこちらです。どこで買ったか覚えていないケースとダイソーで買ったイヤホン延長ケーブル2本とあとショットキーバリアダイオードの BAT42 が4つです。これらを使って先ほどの回路図を実現するために絵に起こしてみるとこんな形になります。ショットキーバリアの向きに注意してくださいね。ではこれで作っていきます。はい、それじゃあ早速、作っていきたいと思います。これは後でいいかな。じゃあまずね、ダイオードを、2つずつペアにしていきましょう。はい、ダイオードってこの線がついてる方、こっちがカソード側なので、アノードからカソード、こっちからこっちに流れる感じ、線のある方に流れていくっていう風になります。なのでこういう、回路図はこんな感じになってるんですけど、チップ側に使うダイオードとしては、アノード側を合流させるので、これをちょっとこれからくっつけるっていうことをやっていきます。これでチップ側ね。マジックハンドくんに持っててもらって、で、ここくっつけていきます。あ、いけるね。はい。これがチップ用です。チップ用って、わかるようにここに T って書いておこう。T。はい。で、もう一個はリング用なので、こっちはカソード側を閉じます。よっと曲げて、くるくるってこうやって巻きつけちゃおうかね。ハンダ付けしますよ。よよっと。よよよよ。こんな感じ。うん。そしたら、これがつながっていく方を作っていきましょうね。あ、これも。リングって書いておこう。リング、R。R。で、ダイオードがつながった。そしたら、こいつばらしていきましょう。イヤホン延長コード。100均で部品買うと、部品っていうか、こういうの買うと、こういう 3.5mm のジャックとかプラグとか、個別に買うよりも全然100円で両方揃っちゃったりとか、さらには線も揃ったりとかするんで、僕はね、部材調達に100均を使っちゃったりとかすることが多いです。デバイス側のところから作っていきましょうか。ここはちょっと線長めにしといた方がいいかな。そんな長くなくてもいいか。30センチぐらい取って、この辺で切っちゃいます。パチッと。こんな感じで、線が3つ出てきましたね。で、この手のやつって、周りにエナメルがついてるっていうんですかね。エナメルがついてるんですけど、それ多分ね、溶けるんですよね。だからこうやって、金色っぽい線と、グリーン、だからブルーの線と、赤の線に、こうやってあらかじめ、ハンダを乗せときますと。はい、じゃあこれで極性の確認をしましょう。マルチメーターで、導通確認。これか。はい、じゃあ、多分このチップリングスリーブがね、この金色っぽいやつだと思う。そうだね。で、あと、赤と緑があって、緑は、
赤と緑があって、赤がリング、青、緑がチップですね。これどっか書いとかないと忘れちゃうんで、付箋とか用意して書いておきましょう。ということで、これを間違わなければあとは大丈夫。では、回路図で言うと、このチップ用って言ってるやつ、チップ用でいいんだよね。チップ用、この、アノード側が まとまってるやつ、これがチップ用なので、これがこの青とつながる感じですね。じゃあ一応念のため熱収縮チューブをかけといて、これでチップ用のこことこれをくっつけます。はい、チップは青い線にここをくっつけます。じゃあさっきハンダで止めたところ、あ、こっちだ。危ない、間違えたこと。はいはいはい。じゃあ一応同通確認いきましょう。チップなのでこことここは通じるね。 OK。 じゃあ収縮つけとくか。はい、じゃあ続いて赤の方も行ってみましょう。赤はリングですね。リング側を一緒にしてるやつ。これもちょっと切っておきましょう。こんなに長くいらない。はい、でこれでくっつけます。はい、くっついたと。リングのところと今の人、こっちか。よいしょ。ね。はい、つながっていることが確認できました。なのでここは収縮しときます。はい。で、これでそれぞれチップ用、リング用ができたので、このチップ用、リング用にさっき切ったこっち側のチップとリングをつなぐと。で、もう一個これも切ってチップとリングをつなぐ。で、あとスリーブのところは全部一緒にしてグラウンドとして、固定するという感じにするのをこのケースの中に入れるつもりなので、ちょっとケースどんな形か見ときましょう。こんな感じで蓋が入ってると。で、まあこの中にこうポロポロっと入れりゃいいかなと思ってるんで、後でこの辺をちょっと切り替えたりして、ケーブルが出るところだとか、このコネクターが出るところみたいなところを作っていこうと思います。まずは回路っていうかね、接続だけまず先に確立させちゃいます。では1個目いきましょう。これもこんぐらいで切っちゃって、あとはさっきの余ったケーブルはさっきの箱の中に入れりゃいいやっていう、そんな感じでいきます。これパチンと切って、はい、それじゃあやっていきますよ。コントローラー側に使うコネクターを2つ、こいつも向いていきます。じゃあ、チップの側からいきましょう。チップはブルーだったので、それぞれブルーを1本ずつこっちとこっちにつなぎます。で、これあんまり長いと触っちゃうんで、これ切っちゃいましょう。もうね。チップ側です。チップ側はカソードが来てます。じゃあまずこのブルーのところに予備ハンダしていきます。アームもう1本欲しいな。よいしょ。ブルーに予備ハンダを折ります。よよ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 よ。こっちにも持っとくか。予備ハンダしておきます。よよよよよよ。もう1個の方もやんなきゃだった。こいつもブルーの線にハンダをつけておきます。じゃあこれで、くっつけるんだけど、またあれかな、熱収縮
で、補強した方がいい。まあ、いっかも。いや、やろう。これはね、あらかじめ通しといて、短っ。で、ここに、決線します。よいしょ。で、こうかぶせて、閉じてあげます。はい、こっち側も、こんなで、そう。熱収縮つけときます。はい、これでチップ側終わり。次、リング側。はい、そして最後にグランド、もう一本グランド。これをつなぎましょう。こんな感じでピャーっとつけて、収縮させときます。はい。で、今の収縮させた、というか、延長したグラウンド線に、この2つのグラウンドをつないであげる。はい、こんな感じで、全部つきました。うん。で、このままだと、この辺触っちゃうと、ショートしちゃうんで、ビニールテープで絶縁をしていきます。次は動作確認に行きましょう。はい、それじゃあね、実験してみましょう。今、これを押すと、0、1、2、3、0、1、2、3となるようにしました。で、これを、こっちにつなぎ替えると、4、5、6、7ってなるようになってます。じゃあ、ここにですね、さっきのやつをつないでみようと思います。まだ箱に入れてないからね、ちょっとダセー感じになってますけど。で、ここに対して1本はこっち、もう1本は、よいしょ、こっちをつないでみますと。ちょっと横向けてね。さあ、運命の瞬間、行ってみましょう。0、1、2、3、4、5、6、7。バッチリっすね。見たよね。いけいくよ。0、1、2、3、4、5、6、7。ほら、全部できた。ということで、2台同時接続できるようになりました。はい、こんな感じで2台同時 TRS MIDI を作るには、この回路とこの設定でうまくいきますっていうところですね。はい。じゃあ、あとはケースに入れていこうか。はい、そしたらね、このケースにこれをポコッと入れて、で、このジャックのところここにやって、で、こいつはこの辺に出そうと思います。じゃあ、ちょっと、このコードが出るような穴を開けなくちゃいけないんで、1.9、まあ2ミリ開けときゃいいかな。で、こいつがすっぽ抜けないように、ここのところはあらかじめ、結んでおきましょう。はい、2ミリ開けていきます。この辺でいいかな。もう適当です。よっ。はい、2ミリ開いた。ということで、ここをじゃあ、あとパチパチとやっていきます。パチン。パチンと。はい。これでここにこ
ケーブルが通ります。で、こう引っかかるという感じね。で、あとこれが、ここにこう覗くように穴を開けるんで、これ何ミリですか？よっ。8.5。8.5 は、ドリルがないので、途中まで開けて、こうやって広げていけばいいかな。じゃあ場所決めちゃいましょう。もうね、こんなのも適当でいいや。とりあえず、この辺と、この辺かな。よっ。みたいな感じで穴開けて、じゃあもうちょっと大きい穴を開けときましょう。さっきの2ミリの穴を3ミリで拡張しますと。さらにですね、これで8ミリまで開けます。8ミリがここですよということなので、分かるように目印をつけときます。はいはい、いくよ。ここまでかな。合ってるかどうか確かめてみましょう。ピ 7.9。8ミリ。ね、あれ実際何ミリだっけ？ 7.9 でいいんだっけ？ 7.9 だと足りないんだ。じゃあもう一段いくか。もう一度改めて。これを中からこういう風に出したいんだけど、ちょっとまだ少し攻めんだな。よっ。入った。ねじ込み。ねじ込めた。できた。じゃあこれがあとはまっすぐになるようにして、ここを固めてしまいましょうかね。念のためね、固める前にもう一度動作のチェックをしておきましょう。1、2、3、4、5、6、7。よし、バッチリ動くので、このまま固めてしまいましょう。何でやってもいいんだけど、どうしよっかな。今日は、普段あまりやらないやり方やるか。何かというと、重曹と瞬間接着剤でガチガチに固めるやり方。ね、あんまりやらないね、普段。今日はこれでいこうと思います。もう重曹をね、ここにね、ピャーってやっちゃう。ピャー。ここに瞬間接着剤をかけていきます。あれこれゼリー状じゃないよね。今回はそういうやり方でございます。なんか最後の最後で失敗した最後の最後で失敗した気がすんな。まあいいや。ね、とりあえず中がぐちゃぐちゃでもちゃんと止められてればいいやっていうことで。よいしょ。よいしょ。蓋を閉めて、はい、こんな感じで出来上がりました。MIDI のインプットが2つあって、TRS1 個にして出すっていうボックスです。名前わかんない。MIDI ダイオードアボックスできました。はい、ということで狙い通りのハブが完成しました。TRS MIDI マージャー。実際にライブで使うかどうかはわかりませんが、狙った通りの動作ができることは確認できました。それぞれのフットスイッチでこだわりの設定をしてあげることで、使い勝手をぐっと引き上げることも可能なんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは今日の動画は以上になります。今回の動画が面白いと思っていただけたなら、いいねとチャンネル登録をお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。